はい、では今日は赤目の依頼をこなしていこうと思います。どれも目が離せないものばかりだと思うんで楽しんでいきましょう。上から順に行こうか。蒼天堀の亡霊。あんななあ、上流は合流会って聞いたことあるやろ。ほら、キャッスルの決勝で戦ったやんか。合流会の2代目会長合田隆二の偽物と。ああ。だがそれがどうかしたのか。もう10年以上前になるんやけど、実際の合田隆二はカリスマとして相当有名なヤクザやったらしい。けど東京の神室町に進出を図って死んだそうや。けどその死を信じひん人が今もかなりの数おるんやって。えらいこっちゃ。ほんで今蒼天堀にその合田隆二が帰ってきたっちゅう噂が流れとんねん。何？隆二が本当か？くだらねえな。死んだ有名人につきもののヨタ話だろう。はあ。うちもそう思うんやけどね。でも火のないところには何とやらとも言うやろ。噂が本当だってのか。頼むわ。それを上流に確かめてほしいってのが本題や。それだけの求心力のあるやつがもし本当に帰ってきとるんなら蒼天堀のバランスが崩れかねん。うちとしても手打つ必要が出てくるからな。なるほどな。わかった。引き受けよほんまに？う。あれ？あっさり引き受けてくれるやん。ちょっと意外。いや、たまたま気が向いたんだ。それでどうやって確かめるんだ？あんな？いくつか信憑性高めの目撃情報をキャッチしとるからその真相を追ってほしいんや。いいだろう。聞かせてくれ。まずは30年前カツアゲしてきた小学生に再会してまたカツアゲされた話やね。何言ってんだ。ちゃう。まあ聞いてや。えらいこっちゃ。あるおっさんがな、30年前ランドセル背負った小学生にカツアゲされたんやって。懐かしいな。その小学生ってのがえらくでかくて180はあったそうや。でかいな。それが合田隆二だったんや。ガキの頃から大人顔負けのタッパで有名やったって。ほんで30年越しにばったり出くわしてまたカツアゲされたっちゅう話やねん。隆二がカツアゲなんてしねえよな。30年ぶりだったんだろ。他人の空似だったんじゃねえか。カツアゲされたおっさんによると、男は金髪で口元に刀傷があったんやって。金髪で口元に傷。まあ特徴は一致するか。あんな？何よりもカツアゲ本人が合田隆二を名乗ったんやって。なんだって。ちょっと気になるやろ。まんまとな。カツアゲ野郎の手がかりは？被害に遭ったおっさんは蒼天堀通り東で出くわしたっちゅう話や。犯人は現場に戻るか。わかった。行ってみる。気になるね。まあ本物なわけねえよな。この辺りか。隆二らしきやつが現れたってのは。なあなあ。あう、そこのおっさん。なんだ。金髪ちゃうんか。もしかしたらと思ったんやが。誰か探しているのか？あ？おっさん、何勝手に喋っとんねん。もしかして金髪でオールバックの男だったりしねえよな。ああ、なんでわかったんや。なんか知っとんやったら教えろや。俺も噂で聞いただけだ。怪しいな。隠すんなら力ずくで聞かせてもらうでいい。たくよ。オッケー。威勢だけはいいな、お前ら。くそ、なんやこのおっさん。お前らが探してたのは合田隆二か。だからなんやっちゅうねん。なんで隆二を追ってる？ここらは俺らの縄張りなんや。
なのに最近そのゴーダリュウジとかいうやつが好き勝手しとるっちゅう話を聞いてな、いっぺん締めとこうとしてたんや。ガキの縄張り争いか。リュウジが何者かも分かってなさそうだな。もう行け。これからははしゃぐのもほどほどにしておけよ。ゴーダリュウジか。わしを探しなんか。ほ、何？まさか。誰や。誰だお前。あんたが探しとったゴーダリュウジやないか。以後よろしゅう。いや、とんだ無駄足だったようだ。じゃあな。ああ、わしを相手に随分舐めた態度やないが。これからわしの名前を聞くたびにしょんべん漏らす体にしたるわ。町のゴロつきだよもう。ただの自称な。自称ゴーダリュウジな。うわぁ、スクーターでぶん殴ってあったわ。ひえ。おい、なぜお前はリュウジの名を語ってる。そりゃあゴーダリュウジ言うたらこの町のレジェンドやからな。何かと箔がつぐっちゅうもんよ。なるほどな。だがお前には荷の重い名前だったようだな。けどわしがゴーダを名乗ってるのはそれだけが理由やない。何？なんだと。どうしたあばよ。逃げ足だけは恐ろしく速え。つくづくリュウジとは程遠いやつだったな。上流だ。ゴーダリュウジの件外れだった。そこらのチンピラがリュウジの箔に乗っかっただけだ。まあそんなとこやろうね。こっちは上流が出とる間に新しい噂を入手したで。聞かせてくれ。つつもたせ。まあ今風に言うならハニトラやな。それが最近町に出没しとる。そんで色っぽいお姉ちゃんの誘いにホイホイついていった先におっかない男が待っとるんやけど、その男がゴーダリュウジを名乗っとるんやって。何？リュウジがつつもたせだと。金髪なのはもちろんロングコートに日本刀を持っとったっちゅう話や。ゴーダリュウジといえば派手な金髪と同じくらいその2つがトレードマークやったらしいで。わかった。そっちにも当たってみる。こっちから頼んどいてなんやけど、上流この件妙に積極的やね。そうでもないさ。その男に会うにはどうすれば。小福町南あたりにお姉ちゃんが出没するらしいから、まずはそこと接触するのがええね。わかった。何人もいるのか。同じやつなのか複数いるのかって感じですね。行きましょう。ここだ。赤目が言ってたつつもたせはこの辺りに出るって話だが。出た。せめて美人であれ。ああ、美人だ。ねえ、そこのお兄さん、甘ったるい女。お？早速来たな。なんか言うた？ねえ、何しとるん？時間あるんやったら私と楽しいことせえへん？楽しいことってのは？もうそんなこと女に言わせる気？最近彼氏と別れてたまってんねんな。ほう、たまってるのか。せやねん、たまってんねんな。わかった、いいだろう。ふふ、ノリのいい人は好きやで。それじゃあ行きましょう。さて、何が出てくるやらだな。
先にうちシャワー浴びてきてああ。じゃ、また後でな。さて、普通のつつもたせならこのタイミングだが。来ましたね。ふざけんなよ。このゴーダ龍二の女に手出しとんのはお前が。何？こいつは。誰や？誰だよ。自分が何したか分かってんやろな。血見たいんかこれ。あんた、うちこの男に無理やり。おうノコ、言われんでも分かっとる。お前みたいなそそとした女がこないな場所に連れ込まれるなんての。師匠ゴーダ龍二その2。ああ、ひとまず財布とスマホ出せや。お前はなんでそんな格好してんだ。あ？ゴーダ龍二を名乗る理由もだ。じっくり聞かせてもらうぞ。なんやこいつ。アホが。それが踊れの最後の言葉や。たくよ。オッケー。お尻破れちゃったな。なんやこのバケモン。ひー。実にそそとした女だったな。おい。もう一度聞くぞ。お前はなぜゴーダ龍二を語っている？それは。上流だ。上流？ゴーダ龍二の噂はどう？また外れだ。これから名を語る理由を聞こうとしている。そっか。こっちは本命のネタを掴んだで。合流会のアジトを突き止めた。何？合流会の。好きありや。まあどうせアジトに戻るんだろう。すまない。話の続きだ。合流会のアジトだと。合流会はとっくに解散してるだろう。正しくは合流会復活を目論む残党のアジトやね。本当なんだろうな。これは噂やなくて情報。それと龍二の偽物連中とは何か関係があるのか。それは聞いてみないとわからへんわ。わかった。場所は足場公園近くにある第三昼間ビルの4階や。場所によっちゃ荒ごとになるが構わねえな。任せるわ。上流は無益な血を流さん男やろ。ああ。そのつもりだ。じゃあな。さあ、足場公園近くにある第三昼間ビルか。合流会の復活。どういうつもりか確かめねえとな。なんやお前。どこ見とんねんこれ。おい。合流会を復活させるとか言ってんのはおめえらが。何をすかしとんじゃこれ。もう一度だけ聞く。合流会を復活させるとか言ってんのはお前らが。わしになんか用ですかな。お前は他人様の事務所に乗り込んできて誰やとはご挨拶やな。わしが合流会三代目会長や。それにしては見ねえ顔だ。俺は二代目時代それなりにそちらと付き合いがあった身でな。さようで。わしは二代目時代の終わり際に杯交わしましてね。ご存じないのも無理はないかと。
失礼ですが、あんたさんはあ赤目といえばわかるだろう。その使いだ。あおう、赤目の。情報通との噂はかねがね聞いとりましたが、ここを嗅ぎつけたっちゅうことは本物みたいですな。あ半端な嘘は通じねえ。発言には気をつけることだ。怖い怖い。赤目さんとこにはいずれご挨拶に伺おうと思っておりました。今やうちらのが新参ですからな。おいおめえらのことを本家は承知してるのか。いいえ。ですが、これからいくつかの手土産を引っ提げていくつもりです。そうすりゃ本家も首を横には振らんでしょう。二代目会長、郷田隆二がカムロ町で死に、合流会は一度お取り潰しとなりました。なんせ当時の本家にクーデターを起こしたんですからな。ですが、残されたわしらは合流会が天下取る野望を、二代目の大願を一時も忘れたことはありません。方々に散りこそしましたが、耐え忍び続けて十数年。ついに合流会再結集の時と相なったわけです。最近町で郷田隆二が生きてるって噂や隆二の名を語る連中が現れてる。それも一人じゃない。お前らが何か関係してるのか？ええ、そうです。我々がこの町に再び返り咲くにあたり、郷田隆二っちゅう名は絶大な武器になる。しかし二代目はもうおらん。せやから郷田隆二の幻影をこの町に植え付けることにしたんです。それで隆二の偽物を町中にばらまいたと。ええ、この町に至るところで郷田隆二の名が響く。そんな中、母体たる我々三代目合流会が蒼天堀に返り咲く。我ながらプランだと思っております。そうか、よくわかった。お前らがいかに合流会の大門にふさわしくねえのかがな。合流会の復興は好きにすりゃいい。俺の知ったことじゃない。だが死んだ隆二をみこしにあげて、ましてその名をてめえらの露払いに利用するのは、この俺が許さねえ。俺が許さんときましたか。あんた二代目の何なんです？いや、それを言葉にする必要はねえ。わかりました。こちらとしても話はこれでしまいです。もう一つの要件を片付けるとしましょう。さっき言うたでしょう。いずれ赤面とこには挨拶に伺うと。そん時には手土産の一つも持っていかんと失礼に当たる。あんたの生首はいい土産になりそうや。交流会に逆らえばこういうことになる。といういいメッセージとしてな。できるもんならやってみろ。いや、それに、あいつはそんなんでビビる玉じゃねえ。それはやってみんとわからんでしょう。お前ら、やっちまえ。ここは一瞬で終わるから。オッケー。町からは出ていく。せやから許してくれ。おい、この程度で諦めんのか。いよいよ合流会の金看板はてめえらには荷が重すぎるな。今日中に町から出ていけ。そして二度と戻ってくるな。そうか。じゃあこれで一件落着やね。郷田隆二は全部合流会が撒いた偽物で、合流会も復興ならず。お疲れさん上流。それにしてもやっぱりこの件妙に熱心やったやん。なんでなん？いや、合流会がどうのは俺の知ったことじゃねえが、あいつがちんけなカツアゲだの筒持たせだのをしてるなんて悪評が立てられるのは我慢ならなかったんでな。
あいつって幸田隆二のこと？上流知り合いやったん？どうだろうな。ま、ええわ。とにかくこの件はこれで完了。次の仕事が入ったらまたよろしく頼むわ。気が向いたらな。余計なお世話だったか、隆二。お互い有名人は辛いな。はい。いい話だね。いいわ。最高だわ。さあ続きまして被害を食い止めよう。なあ上流、今ちょっとばかし時間ある？絶対にちょっとじゃ済まないって顔してるぜ。上流は話が早くて助かるわ。一つお願いがあるんや。一応話は聞こうか。おおきに。最近ここらでホームレス狩りが出とるのは知っとる？ホームレス狩り？日ごとに被害が広がっとってな。ネットワークの仲間にもちょいちょい被害が出とる。ふざけんなや。せやから上流に犯人を探してもろて、ついお灸を据えてほしいんや。やれやれ。聞いちまった以上放ってはおけねえ話だな。わかったよ。よろしゅう頼んますわ。上流ならそう言うてくれると思ったで。おきにな。現状で何か犯人の手がかりはねえのか？今んとこはまだなんも。でも一つ気になる情報が入ったんや。なんだ？ホームレス狩りが始まったのと同じくらいのタイミングから街で見ない顔がホームレスの人たちに接触して回ってるって。見ない顔？よそ者かもな。せやね。多分そうやな。なんややたらとがたいのいいゴリラみたいな男らしいわ。ゴリラみたいな男？ゴリラみたいな男。そのゴリさん言うな。今日も目撃情報があって、小福町の工事現場あたりで見かけたって。小福町の工事現場か。わかった。関係ないかもしれんが、他に手がかりもね、行ってみるさ。バッチリ頼むで。わかった。行きましょうか。ゴリさんね。あ、海藤さんか。まさか海藤さんと出会えると思わなかったな。あれは？ったくよ、関西人は血の気が多いのか、こっちの話を聞こうとしただけなのによ。ゴリラみてえな男か。赤目の情報網は信用できるな。お、これなんか嬉しいですね。おう、これ間違いねえな。待ってたぜ。お前だな。何のことだ？いや、しらばっくれても無駄だぜ。ゴリラみてえな男、あんたで間違いねえや。何？どの口が？おい待て。お前なんか勘違いしてねえか。あ、こっちはこっちで探偵として来てるってことか。ゴリラは言い訳が下手だな。行くぜ。誰がゴリラだよ。お互い誤解してるだけなんだよ、海藤さん。オッケー。驚いたな。思った以上だぜ。さっきから何言ってやがる。そっちこそいつまでしらばっくれてんだ、ゴリラ野郎。鏡貸してやろうか。今時ホームレス狩りなんて何が楽しいってんだ。あ？俺がホームレス狩り？しらばっくれるんじゃねえ。チンピラ使ってこの辺のホームレスを襲わせてんのはてめえだろうが。どういう経緯でそうなったのかは知らねえが、そいつは誤解だ。俺はむしろそのホームレス狩りの犯人を追ってる。何？カイトの兄貴、
東も出てくんのか。カイト。おう。おう、東。一人で先行かねえでくださいよ。蒼天堀は慣れてねえんだから。悪い悪い。無事合流できたんだからいいじゃねえか。話を聞き終わるか終わらないかで飛び出しちまって、依頼来たのが嬉しいのはわかりますが、ちょっと張り切りすぎっすよ。いや、バカ、ちげえっつーの。俺は依頼主に心から同情してだな。いても立ってもいられず。誤解は解けたってことでいいか。どうだかな。まあ兄貴。悪かった。あんた悪かったな。何か兄貴が迷惑かけちまったみたいだ。おい。お前らどこのもんだ。おう。探偵だ。カムロ町のな。カムロ町だと？そういうあんたは何者なんだ。俺は何でもやだ。何でもやっつうと赤目とかってやつだな。おう、知ってるのか。おう。出張先の下調べくらい探偵なら当然のことよ。わけあって今俺はその赤目んとこに身を置いててな。赤目にとってホームレスは仲間だ。ホームレス狩りなんてありえねえよ。なるほど。話に聞いてた通りだな。さあ兄貴、戻りましょう。わかったわかった。じゃあな。カムロ町の探偵がどうしてわざわざ蒼天堀に？一旦赤目に報告するか。さすがに八神は来ないよな。はいどうも、赤目さんやで。例のゴリラみたいな男と接触した。お、早いな。どうやった？カムロ町から来た探偵らしい。ホームレス狩りの犯人をむしろ探しているようだった。それになぜか俺がその犯人だと思われていた。どういうこと？こっちのセリフだ。どっちにせよ情報が足らへんね。襲撃から運よく逃げられたホームレスのおっちゃんがおるらしいんや。小副長西におるって話聞いてみてくれる？わかった。頼んだで。行きましょう。こいつか。ちょっといいか。ホームレス狩りに襲われたっていうのはあんたか？なんや兄ちゃん。俺はまた会ったな。おう、また会ったな。お前らはカムロ町で探偵をやってるとか言う。カイトだ。こいつは東。どうしてここに？偶然ってわけじゃねえんだろ。俺らも同じ目的だからだよ。あんたは何でも屋の赤面とこのだったよな。臨時でそこの世話になってる上流だ。上流さんね。じゃあこっちは俺に任せとけ。代わりにお前は依頼人への中間報告しといてくれねえか？兄貴、何度も言ってるけど俺は探偵でも調査員でもねえっすよ。まあ小遣いやってんだしそう言うなよ。いいっすけどね。くれぐれも油断しないでくださいよ。いいやつだな東。同じ目的と言ったな。お前らもホームレス狩りを追ってるってことが。まあな。俺は依頼を受けてホームレス狩りの首謀者を追ってんだ。どうしてカムロ町の探偵が？ちょっとこっちにつてができてな。将来的には進出する可能性もなくもねえ。で、俺が下見で蒼天堀へ来たってわけだ。下見でいきなり仕事してるのか。探偵の下見ってのはただ街をぶらついてるだけじゃ意味がねえ。実際にそこで仕事してみてこそ下見になるってもんだ。引っ越し先だって1週間くらい試しに住んでみろって言うだろ。それはいいが、そんな新参に依頼する既得な奴がいるのが驚きだな。蒼天堀くらいでかい町なら探偵の仕事も山ほどあるだろうよ。多少宣伝したらよ、すぐに依頼が入ってな。
それがこのホームレス狩り探しってわけだ。なるほどな。だがそれでも一つ気にかかる。何がだよ。蒼天堀で赤目の名前は相当なもんだ。そこを差し置いて無名の新参探偵にわざわざ依頼を投げる理由は何だ。さあな、赤目に頼みたくねえ事情でもあったんじゃねえか。あんたらなんや。ああ、すまない。ちょっと話を聞かせてもらいたいんだが。おう。こっちもそれを聞きに来たんだ。一緒に聞かせてもらうぜ。好きにしろ。最近ホームレス狩りに遭遇したそうだな。詳しく聞かせてもらえないか。ああ、そのことがいいな。数日前の夜中のことや。わしらは何人かのホームレスで集まって身を寄せ合うようにして寝とった。でな、夜中にしょんべんしたくなってな、一人で近くの公衆便所に行ったんや。戻ってきた時には、もうみんなやられとった。10分もかかっとらん間の出来事や。後で聞いた話じゃ、バッとなんかでボコボコにされた言うて、わずかに金持っとったやつの懐も全部探られて持ってかれとったらしいわ。ひでえな。ほんまやで、わしらが何したっちゅうんや。やられた奴らは救急車でそのまま運ばれてったわ。ま、それだけが唯一救いかもしれんな。しばらくはなんぼかぬくいとこで寝起きできるやろ。そうか。犯人の奴らは見たか。それがあっちゅう間の出来事やったからな。襲われた連中も何もわからんちゅうとった。ゴリラみてえにガタイのいいやつも見なかったか。ゴリラ？いや、わからん。けど強いて言えば、なんか手がかりがあるのか？長いこと生きてきたけど、今まで見てきた中であんたらが一番ゴリラっぽいわ。海藤さんだろ、それはどう考えたって。いやー、変なこと言うてすまんな。どこのどいつか知らんが、わしも犯人のことは許せへん。もっと力になれたらよかったんやけどな。いや、十分だ。気にしないでくれ。あんた、今夜も野宿か？せやな。何かあったら赤目を頼るといい。悪いようにはしねえはずだ。赤目？なんかそんなん聞いたことあるな。わかった、覚えとくわ。あんがとな、兄ちゃん。いや。マジで困ったら警察行きな。その方が確実だ。まあどっちの言うことも正しいよ。まあ、せやな。じゃあ、わしはもう行くから。おい。随分突っかかるじゃねえか。誤解を解けたと思ってたんだがな。普通のことを言っただけだろ。赤目なんてよくわからねえとこを頼る前に警察行けってのは、そうだな。さてと、大したことは聞けずか。お互い無駄足だったみたいだな。いや、そうでもねえさ。へえ。ほんの数分で何人もホームレスを病院送りにしたんならそれなりの人数がいたはずだ。しかもバットで武装なんかしてたら夜中とはいえ目立つ集団だ。誰かが目撃してるかもしれねえ。おい。お前も同じこと考えたんじゃねえのか？こいつはおみそれしたぜ。案外探偵に向いてるかもな、あんた。で、これから聞き込みでもするんかい？目撃者を探してみる。じゃあよ、俺もご一緒させてくれや。見ず知らずの野郎と連れ合う趣味はねえんだがな。まあ聞けよ。お互い同じ相手を追ってて報酬の出所は別々だ。つまり俺もあんたも給料そのままで手間は半分ってわけだ。俺は探偵として聞き込みのノウハウを持ってる。かたやあんたはこの町を俺よりは詳しく知っているらしい。組まねえ理由はねえだろう。手を組むか。どうもこいつの本心は俺を見張りたいってことらしい。もちろん組むよ。わかった。探偵のお手並み拝見と行こう。物分かりいいじゃねえか。そんじゃ捜査開始だ。まずはどこから行く？
ホームレス狩りがあった付近の聞き込みからだ。OK、息なしだ。なんか変な感じすんな。な、ちょっといいか。なんや。数日前の夜中、ホームレス狩りがあった。何か知っていることがあれば教えてもらいたいんだが。すまん。そういうことなら力にはなれへんわ。この辺おるんは日中だけでいくらなったら移動しとるからな。物騒な世の中やで、まったく。気をつけろよ。何かあったら赤目を頼れ。その辺のホームレスに聞けば誰か知ってる。いや、それよりもうちの事務所をよろしくな。困ってることがあったら何でも言ってくれ。お仲間にも声をかけてくれよ。おいいい加減なこと言うんじゃねえよ。まだこっちに進出してきちゃいねえんだろ。あんただって営業かましたじゃねえか。まあとにかくお気にな。どっちも覚えておくわ。じゃあ他を渡るか。次は現場の近くにコンビニがある。店員なら何か見てるかもしれない。いらっしゃいませ。怖えな。威圧感がすげえんよ。悪い。少し聞きたいことがあるんだが構わねえか。何です？最近ここらでホームレス狩りがあるのは知ってるか？最近多いみたいやな。数日前の夜にもこの近くで会ってな。その時店に立ってたやつに話を聞きたいんだが。それなら俺ですわ。ここ何日か夜勤やったんで。そうか。何か覚えていることはないか？せやな。覚えてることか。深夜なんかは頭ぼーっとしてるしな。特にないかな。そうか。まあ、兄ちゃん、何でもいいんだ。ちょいと思い出してみてくれよ。ちょっとでもいいんだ。何かいつもと変わったことはなかったかい？様子のおかしい客が来たとかよ。様子の、そういや思い出したわ。なんだ。深夜の何時くらいやったかな。いかにもチンピラって格好したのが2、3人入ってきたな。それでふとガラス越しに外見たら10人くらい同じような連中がたむろったったんや。そいつらはバットとかで武装していたか？いや、そこまではわからへん。ただ全員入ってきたら嫌やなと思ったな。ゴリラみたいにガタイのいいやつはいなかったか？ゴリラ？なんだよ。いや、すまへん。ゴリラか。そんな感じのは見なかったな。他に覚えてることはないか？そいつらがどっちに行ったとか。すんません。それはわからんな。そうか。ありがとよ。仕事の邪魔して悪かったな。さ、次行こうぜ。めぼしい手がかりは得られなかったが、こいつの粘りが目撃情報を引き出したな。なんだよ。いや、お前が本当に探偵なんだなって思っただけだ。なんだよ、まだ疑ってたのか？そのなりで探偵は無理があるだろう。さ、行こうぜ。一つ聞いていいか？赤目はなんでホームレス狩りを調べてんだ？前に言わなかったか？赤目の情報網はホームレスの協力あってこそだからだ。つまり結局のところ自分の利益のためってわけだ。トゲのある言い方じゃねえか。こっちの依頼主はホームレス狩りにあった被害者の家族だ。不幸中の幸いってやつで病院送りになったせいで家族に連絡がいって数年ぶりに再会できたんだと。ご家族の方はこれ以上犠牲者が出ないことを心から望んでる。そのためにはホームレス狩りの首謀者を突き止める必要がある。
だから赤目には頼まなかったんだろうよ。どういう意味だ。いや、別に深い意味はねえよ。ほら、聞き込み行かねえのか。ちょっといいか。なんかよ、なんかこのピンクと金髪って組み合わせだと EXIT っぽいよな。っていうかそれを意識してるんだよな、きっとこれ。数日前の夜、近くでホームレス狩りがあったのを知ってるか。それについて何か知らねえか。おっさん、警察の人？そんな風に見えるか？そうか、でもな、俺が話したってバレたら。おう。兄ちゃんよ、心配ならいらねえぜ。探偵には守秘ゲームってもんがある。何を見聞きしようと兄ちゃんが不利になりそうなことは一切他人に口外しねえよ。おっさん探偵なん？おう。ああ、守秘義務は探偵業法第10条つう法律にしっかり定められてる。ほう。そういうことなら大丈夫かな。俺から聞いたって絶対誰にも言わんといてな。実はな、ゲヘナの米谷さんから招集かかったっちゅう連れがおって。ゲヘナ？もともとここいらを根城にしていた半グレグループや。米谷さんはそのトップだかナンバー2だかで、その招集ってのはよくある話なのか。いや、ゲヘナは前はかなりイケイケやったんやけど、警察の摘発が入ったとかで解散したっちゅう話やった。せやから米谷さんの名前聞くんも久々やった。でな、その連れっちゅうのが元ゲヘナやったんやが、久々にかかったその招集がホームレス狩りのためやったらしいねん。それは確かなのか。それがそんな嘘つく理由もないからな。ただそいつは土壇場で行かれへんようになった言うてばっくれたんやけど、米谷ってのはどういうやつなんだ。いわゆる武闘派っちゅうか、確か一時期なんとかっちゅう団体で格闘家もやっとったかな。実物もえらいいかついがたいしとったわ。ゴリラみたいにか。なんで急にゴリラが出てくんねん。まあでも、そやな。そういう印象を持たれることもあるんちゃうか。本人に言うたらぶっ殺されるやろうけど。おう。ありがとよ。助かったぜ。な、頼むで。絶対誰にも言わんといてな。ああ、約束する。どう思う？今の話、信じてみるか？どっちにしろ、他に手がかりはねえ。当たってみよう。おう。だな。けどよ、米谷ってのの居場所は？赤目に聞いてみる。へえ、そんなら間違いねえな。どないした上流？なんか進展あったん？ゲヘナって何？聞き覚えはないか？前に蒼天堀で生きとった半グレ野郎、米谷と金城のメンバーの半数以上パクられて解散したはずやで。どうやらそこの米谷ってやつがホームレス狩りを指揮しているらしい。なんやて？あいつ確か運よく不起訴で逃れよったはずやのに、なんでおとなしくしてられへんねん。米谷たちの居場所が知りたい。何か情報はねえか？せやったらニューモモコっちゅうスナックがある。ゲヘナの連中が無理やり隠れ家にしとるみたいなんや。わかった。当たってみる。ニューモモコ。ニューモモコってスナックが連中の隠れ家らしい。おお、そりゃすげえ。こんなにあっさり分かっちまうとはな。とっくに解散した半グレのたまり場まで把握してるとはな。相手と通じてるんじゃねえかって思っちまうぜ。なんだと？ものの例えだよ。ほら、さっさと行こうや。探偵は何でも疑ってかからないとね、とりあえず。ああ、おっさん、今日は貸し切りや。回れ、右して、はよ帰れや。米谷に用がある。あ？何寝ぼけたこと言うてんねん。何様やボケ。ジョー。待てや。ご指名はわしやで。
はじめましてやんな。なんぞご用で。ちょっと礼が言いたくてな。うちのホームレスたちがだいぶ世話になったみたいだからよ。はあ。うちのホームレスっちゅうのはどないな意味ですの？赤目って名前は聞いたことあんだろ。やっぱな、あんたが最近赤目んとこにおるっちゅう。ほら、お前ら、何しとんねん。おもてなしの準備せえや。しらばっくれるかと思ってたが、あっさり認めたな。あんたはここを突き止めたつもりなんやろが、待っとったのはこっちやで。何白々しい真似しやがる。上流さんよ。こんな奴らあんた一人で十分だよな。何わざわざ俺とあんたの二人がかりでやるまでもね。そうだろ？勝手にしろ。どのみちお前に出番はねえよ。かっこええこと言うやんか。途中でお詫び入れてももう遅いで。オッケー。クソが。こいつは俺たちを待ってたと言った。どういうことだ？お前にはまだ聞きたいことがある。またそいつの身柄は俺に預からせてもらおう。ぼーっと見てただけの割には随分ずうずうしい話だな。長龍さんよ、あんたの目的はホームレス狩りを止めることだ。そうだろ？だったらなんだ。ならこれでもう目的は達成したはずだ。一方俺の方はよ、依頼人がこいつと会うことをお望みなんだよ。譲ってくれても構わねえだろう。いや、こいつにはまだ聞きたいことがある。とかなんとか言って、本当にそれだけか？ずっと俺の腹を探ってるようだが、こっちにはさっぱり心当たりがねえ。それに俺は回りくどいのが大の苦手でな。やるんだ。てめえの意見を通してなら力ずくで来い。実はよ、俺もそっちの方が性に合ってんだ。さあ、今度は手加減なしだ。行くぜ。2回も戦えるんだ。うわっ。オッケー、強かったわ。楽しくなってきたな。そう思ってるのはお前だけだ。間が悪いな。ああ、もううっせえな。出たらいい。別に隙をつこうなんざ思っちゃいねえよ。おい東、今いいとこなん。なんであんたが。何言ってやがる。ふざけるんじゃ。いや、待て。そいつは関係ねえ。ああ、わかった。わかったよ。悪いな、水差しちまって。おい。何があった？東って弟分からの電話じゃなかったのか？一つだけ聞かせてもらえねえか？米谷の身柄を渡せだの、質問に答えろだの、さっきから勝手ばかり言いやがる。悪いとは思ってるよ。けどそれもこれで最後だ。頼むぜ。そこの米谷とあんたらがグルだったってことはねえよな。あ？だから
この半グレどもを使ってホームレス狩りをさせていたのが実は赤目だったって線はねえのかって聞いてんだ。お前は一連のホームレス狩りが俺たちの狂言だと疑っていたのか。赤目にとっちゃホームレスは組織の情報を漏らしかねないリスクでもある。用済みになって奴らを始末しようとしてたなんてことはいや、ありえねえよ。そうか、そうなんだろうな。お前は依頼人からそう吹き込まれてたってわけか。おう。ああ、よくそんな話を鵜呑みにしたもんだな、探偵さんよ。泣き落としには弱えんだよ。依頼人がよ、被害に遭ったっていうホームレスを連れてきてな。赤目ってのがいかに利己的か。どんだけ尽くしても利用価値がなくなったらゴミみたいに切り捨てられるとかってよ。今思えばそいつも仕込みだったってわけだ。ホームレス狩りは赤目の自作自演。だからホームレス狩りの主犯を渡したら真相を隠蔽されちまう。そう聞かされててな。依頼人も涙ながらにすがってきやがったりしたもんで、俺はてっきり悪かったな。あんたのことをずっと疑っちまってた。自分の間抜けさを棚に上げてよ、本当に申し訳ねえ。ようやく誤解が解けたことにほっとしてるよ。で、さっきの電話がその依頼人からだったのか。おう。俺の依頼人は慶平なの人間だったみたいだ。まあそういうことだろうな。東が連中に捕まって人質にされちまった。で、東を返して欲しけりゃあんたを始末しろだとよ。回りくどい真似をしてたかと思えば今度は直球できたな。向こうも計画通りいかなくて焦ってんだろうよ。つまりその依頼人の狙いは俺ってことか。どうなんだかな。で、どうするんだ。正直あんたとの喧嘩は悪くねえ。胸が躍るってやつだ。けどよ、だからこそこんなくだらねえ事情でしたくねえ。騙されちまったのは俺の落ち度だ。東のこともな。この上くだらねえ命令に従ってあんたと戦っちゃ一つも筋が通らねえ。恥の上塗りもいいとこだぜ。いや、だがそれじゃあ東ってのがまずいことになるんじゃねえか。おう。依頼人とこに話をつけに行く。土下座でも何でもするさ。東だけでも解放してもらうさ。お前はただじゃ済まねえぞ。だろうな。ま、半殺しにでもすりゃ向こうも気が済むだろう。迷惑かけて悪かったな。助けに行くか。調理をどないしたん？ちょっと頼まれてほしいんだが、海藤って男の行方が知りたい。ああ、カムロ町の探偵さんやな。さすがだな。ちょっと待ち。目立つなりしとったし、追跡すんのは簡単や。おい、わかった。場所送るわ。助かる。じゃあな。世話の焼けるゴリラだ。行きましょう。何が代わりに俺で勘弁してくれや、このデクノボが。結局己も赤面んとこの用心棒に歯立たんかったっちゅうことやろが。カイト。クソが。あいつさえおらんかったらとっくに赤目のやつを引きずり出せたのに、命拾いしよって。初めからそれが狙いだったのか。じゃがしや。そうや。ゲーヘナはな、赤目にでかい借りがあるんや。うちらがガサ入れ食らったんは赤目のボケがチンコロかましたからや。おかげでゲーヘナは崩壊寸前まで追い込まれたほら。
そっから長かったで、ようやく奴に借りを返せると思って矢先によくわからん男がいつぎおって、しかも異常に腕が立ち寄る。ホームレス狩りで赤目をいぶり出す作戦が台無しや。赤目の前にまずあの男をどうにかせなあかん。河村町から来とるっちゅう探偵を聞きつけて依頼にかこつけてあいつにぶつけるとこまではよかったが、何が八神探偵事務所やクソの役にも立たへんやないかい。おう。あいにく費用の返金は受け付けておりません。度胸しとるやないか。半殺しで勘弁したろ思っとったが気変わったわ。特急便であの世に送ったるわ。おい。そこまでだ。お前は黙って話を聞いてみりゃ。要は赤目への逆恨みか。あれこれ小細工ご苦労なこった。なんやと？なんで来た？あんたには関係ねえだろ。お前の情けねえ姿が見れると思ってな。兄貴。おう。おう東、無事だったか？俺はなんてことねっすよ。兄貴の方こそ俺の代わりに散々殴られて。別に大したことじゃねえよ。あんたはいつもそうだ。いつもそうやってなんでもない顔で俺のことを。おいやめろこんなとこで。背中がムズムズしてくら。おい。いいね。どうする？怪我がつれえなら見ててもいいぜ。いや。冗談じゃねえっての。こんな雑魚にいくら殴られたところでへでもねえよ。余裕こぎよって己ら全員息で返さへんで。はい、サクッとやりましょうね。オーケー。あ、ジャーリュー、どんなになった？今終わった。こいつらの狙いはもともとあんただった。そういうことか。すまんね、ジョーリュー。巻き込んでもうた。今更だな。じゃあな、詳しい話は後でする。わかった。おおきにな、ジョーリュー。まさかあんたが来るとは思わなかったよ。そうか？ま、いろいろムカつかせることも言ったろ。あれはまあ一応ボロを出させるためのわざとだったんだが、初対面の時もゴリラみたいな男っつう情報で誤解しちまったし、気にしちゃいねえよ。ゴリラにゴリラって言われて唖然としたけどな。冗談だよ。礼を言う。助かった。すみません、兄貴。また足を引っ張っちまって。いや。お前が気にすることじゃねえ。全部俺の勇み足だ。上流さん、俺たちはカムロ町に帰るよ。しばらく蒼天堀に事業展開はお預けだ。そうか。そういや、お前んとこの屋号はなんて言うんだ？おう。八神探偵事務所ってんだ。ご用命お待ちしております。いや。結構だ。そうかい。じゃ、またな。カムロ町の探偵、八神探偵事務所の海藤か。なかなか骨のあるやつだったな。いや、同じ会社だからできるコラボだよね、これ。ああ、で仲間になるんだ。心強い。東も。ここまでかな。ちょっと瀕死ですけど。今回の龍が如くもサイドストーリーが素晴らしい出来ですね。ではまた次の動画でお会いしましょう。
じゃあな。